バーケンです。ついでに段ボールを敷いて 3.5 トンダンプで侵入したら案の定はまってしまいました。ユンボとロープで頑張って引っ張りますが動きそうにはありません。そこへ妻が来てくれたのでダンプの運転を妻に任せ、私はユンボで引っ張る作戦に変更しました。実は妻が初めてダンプを運転したのがこの映像になります。いつも妻には苦労をかけています。ところでこれは私のランニングシューズ。メルカリで2500円で購入し、およそ 1400km 走りましたが、さすがにもう限界。捨てる前に記念として YouTube にアップします。すると妻が一言。このシューズと同じくらい私の心と体もボロボロやし、私のことなんやと思ったの？ということで妻は初めてのダンプの運転に手こずっています。そもそも男性向けに設計されているため、クラッチが重たく、ペダルの位置も遠いとのこと。ダンプの後輪が速すぎずにいい感じで回転しています。しかしどうやら私と妻だけでは無理そうです。ダンプのタイヤはもがけばもがくほど深みにはまっていきます。手遅れになる前に助けを呼ぶことにしました。実は助けを呼ぶのはこれで2回目。前回は5分ほどで脱出できたので缶ビール1ケースのお礼で済みました。でも今回はそれでは済まないかもしれません。それでも手遅れになる前に助けを呼びます。応援が到着しました。プロの方です。この方に迷惑をかけれませんのでモザイク強めにします。プロのテクニックでも無理でした。お金がかかるけど親方のユンボで引っ張ることにしました。いくらかかるのでしょうか。親方が戻ってくるまで時間があるので少しでもできることをします。
親方が到着しました。親方のユンボは心強いです。ただお金は心配です。ところでこのユンボには30と書かれています。私が運転していたユンボは20なので、この数字がユンボの大きさを示しているわけなんです。さすが親方と思ったのですが、ロープが切れました。親方が戻ってきました。いよいよ脱出です。